違うから大変ではなくて、違うから面白い。この興味があるとかないとかよりも面白がれる人、逆に漢字を間違えやすいというのがあります。Hey guys and gals, on Ask Japanese, it's me, Kathy Cat. This time we have the real pleasure to actually get Japanese teachers here in Japan who teach at Japanese schools to give us some help of how to become better in your Japanese language skills. So let's go and find out from them in person. If you are interested about learning Japanese language, Japanese culture, and opinions of real Japanese people, don't forget, hit the subscribe button now because we have more of that. So now, let's go and ask Japanese teachers. そうですね。好奇心を持っているっていうこと、いろんなことにね、興味が持てるっていうのは一ついいことかなと思います。あとやっぱり思うことで、日本語ってすごく特殊な言葉だと思うんですけれど、世界の中でも、日本語と同じような文法を持つ言語ってすごく少ないんですね。で母国語とはみんな違っている。でその違うってことをポジティブに肯定的にとって、違うから面白いっていうふうに思える、方はやっぱり早く勉強しやすいって言ったらそうなるのかなと思いますね。違うから大変ではなくて、違うから面白いっていう風な考え方、あとは、違うから知りたいっていう好奇心ですかね。そういうものを持ち続けるといいかなと思います。学校生活以外のところでどこに力を入ればいいんですかね、日本語が上手になるために。そうですね。学校で勉強できることっていうのは、正確な文法を勉強したりっていうことになると思うんですけれど、やはり日本人の人とできる限りコミュニケーションを取るということを考えるといいと思いますね。やっぱりせっかく日本に来ているので、できれば日本人のお友達ができたり、友達を作るだけでなくて、自分の周りにはもう日本語を話す人しかいないわけですから、どこででもね、例えばお店でもどこでも日本語を聞き取るっていうようなね、ことから始めてみるといいんじゃないかと思います。先ほども出たのは、バイトやった方がいいんじゃないとか、授業にしなければとか、以外にも何かアイデアありますか？漢字が日本語でね難しいっていう学生さんが多いんですけれど、本でね勉強するだけじゃなくて、漢字って駅とかいろんなとこに書いてありますよね。で例えばそれを写真を撮って、で読めない漢字をね、後で日本人や教師に聞いて、それでこれこう読むんだっていうことで覚えていくと、今度周りを見るとまた同じ漢字が出てくる。で自分の身の回りにある漢字からね覚えていくようなことをしてみるっていうのは面白いんじゃないかなと思います。いろいろな広告とかね、そんなものでもちょっと写真を撮って、これは何て読むのかなっていうことに興味を持つだけでも、漢字の勉強になっていくんじゃないかなと思いますね。何でも興味を持てる人はやっぱり伸びるっていうか楽しそうですね。例えば秋葉原近いからアニメの話をしたりしても、いやアニメ興味ありませんとか、サッカー見ませんってなると、そこで終わっちゃうんだけど、その話よりもそこにいろいろ関係してくる表現だったり、それってこの興味があるとかないとかよりも面白がれる人、そういう人が年齢関係なくユニークな人とかね、ユーモアのある人の方が日本語の文法だけではなくて全体的にグッと成長できているような気がします。実は漢字の国から来た中国の方とか台湾の方、あと韓国なんかもね漢字使いますが、逆に漢字を間違えやすいというのがあります。実は中国の漢字と日本の漢字っていうのは全然違うんですね。で意味も変わってきますので、同じ字でも意味が違って全く違うように覚えてしまったり、漢字も自分の国の漢字をそのまま書いてしまったりするので、反対に欧米の方の方が新しいまっさらな気持ちで、頭で漢字を覚えますから間違えないんですよね。それ面白いですね。私も日本語の教師になって初めて気がついたことです。つまずくポイント、そうですね。やっぱり自分の国の言葉と違うっていうこと、それが
ある意味つまずくポイントでもあると思うんですね。これは翻訳すると何だろうとか、自分の国の言葉にすると何だろうと思うとますます、難しくなっていってしまうので、日本語はこういうものなんだなっていうことで面白がっていただけるっていうのがね、いいことかもしれないですね。日本人って断る時に行きませんとかダメですって言わずにちょっととか、またいつかってこう濁しますよね。その時にいつかっていつですかとか、答えが出るまで聞いちゃったとかで、この間ちょっと面白かったのが、その学生はバイト先の先輩に給料いくらですかって聞いたら、先輩がんって言ったんですって。で、いくらですかんって言われて、でそのんっていうのって日本人がこう変な質問を聞かれた時にんって分かっててもんってでちょっとねみたいななる。でって言われたから、自分の日本語が下手だと思っていくらですかって聞いた。もう一回聞いてしまったそしたらそれはちょっとって言われたって言って、でそれをたまたま授業でっていうのをやったら、先生なんでそれをもっと早くやってくれなかったんだっていう話を聞いて、ちょっとみんなで笑ったっていうこともあったんですけど、だから本当にもうかっちりした文法よりも本当にそのちょっとねとかとか、あとはいいですっていうのはイエスなのかノーなのかみたいな、本当のそのぐらいのことなんですけど、そういうことで問題が起きたり、でも笑ってそんなのがあったよって言える人もいるし、そんなことがやっぱりこうちょっと失敗しちゃう話にはよく出てくるかもしれません。文化のヌアンスですね。そうですね。その一言がちょっとは通じなかったっていうようなのがあるみたいですね。街角インタビューの時にもよくあるんです。インタビューしませんかしますかって大丈夫ですってどっちの大丈夫ってなっちゃう。それも笑ってね言われると、この人 OK なのかなダメなのかよく分かんないっていうのになる。それです。What I found really refreshing was that the teachers say enjoy the differences, and I found that was a really good piece of advice, because sooner or later when you learn Japanese, you hit a point when you get frustrated. We all do. I did. You will do. And instead of going, oh, I hate this is terrible because it's so different, the teacher said try and especially enjoy those differences. Okay, it is different, but how can I learn this? How can I make this fun? And work through that. And then you'll get to the fun parts. And if there is something that interests you in Japan, may it be anime, may it be games, may it be sumo wrestling, or may it be kimonos or fashion, use that to keep your passion running. Everyone gets motivated sooner or later to do something, but continuing it is key, especially if you're learning by yourself, or if you just started teaching it to yourself before you maybe come to Japan. Try to keep yourself motivated by connecting it with something that you enjoy. So for example, hey, I can try and watch that anime without subtitles, or first you watch it with subtitles, and then you try and figure out what the words are that you don't know. There's always a way to bring that enjoyment back into your language and remind you of why you started learning Japanese. Always keep that in mind. Keep the passion going, guys. And I wish you all the best for your Japanese studies. We have done more on the topic of learning Japanese culture, and real opinions of Japanese people. So if that's your kind of tea, then be sure to subscribe. Also, we have done more interviews at language schools. We'll put those videos somewhere in the link section, wherever it's gonna be there. So I hope you have a wonderful day. Very all the best of luck with your studies, and I'll catch you soon here on Ask Japanese. Also, if this interests you and you would like to study Japanese here in Japan, there is actually a program which is called Take Me to Japan, which is for free, where a young girl, it's actually just one, I thought there were a team, helps you to find your Japanese language school. So we're gonna pop a little bit of more info in the box down below. If you're curious, come check it out. She's super helpful. I met her and spoke to her in person, and she's patient. That girl is patient. She's kept a chain of emails for over 125 emails with one student who wanted to ask her as much as possible before he came to Japan. She's patient. That girl is gold. So yeah, go check her out, and I'll catch you soon for more stuff here on Ask Japanese. Bye!